皆さんこんにちは、サマです。今日も日本語のポッドキャストをやっていきましょう。今日は日本語の標準語について少しお話しします。まず私が今話している日本語は標準語です。厳密に言うと、私は日本語の標準語を話しているつもりです。はい。でね、日本語の標準語とか訛りとか方言っていうのはいろんな地域とかコミュニティによって変わっていくものなんですね。で、あとは世代、時代、昔はこの言い方を使ってたけれど、今はその使い方しなくなって、もっと新しい言い方ができたとかで、そういうもので言語は変わっていっています。はい。まあね、身近なところで言うと若者言葉とかあります。それは若者20代前半とかぐらいまでにしておきましょうかに、流行っていたり、そのお友達の間で仲良くなるために使うみたいな言葉ですかね。会社とか学校とかオフィシャルな場所ではあんまり使わない方が良いです。はい。で、こういったね、日本語の種類とかいっぱいあるんですけど、なんで日本人が日本人とコミュニケーションが取れるのかについては、私はね、基本的な文法があるからだと思っています。はい。で、基本的な文法って何個か型があると思うんですが、簡単なところではね、私が出かけたっていうまず主語主体があって、どうしたっていう述語、アクションがあります。で、それは英語でもそうだよね。で、まずそれを今日のベースとしましょうか。基盤。で、そうした時にその文章をもうちょっと説明したい時とか深みを持たせたい時っていうのに、文にデコレーションしていきます。でね、英語だと私は何したで、どんなとかどこでとかいつって入ってくるんですけれども、日本語は私がどうしたの間に入ることが多いです。でね、それが小さい時にある種の言葉遊びをしていた、ゲームがあるんですよ。で、それがいつどこで誰が何をどうした。はい。で、これがね、さっき言った日本語の語順、単語とかその意味役割の順番ですね。はい。基本的なところはね、いろんな文法があるからそれぞれ学んでいくことが大切だとは思うんですけれど、で、ちょっと話は戻るんですが、言語とかね、日本語っていうのが時代とか人の地域、あとは世代、年齢で変わっていくものだよってさっきお話しましたよね。で、
それがなんで日本語としてコミュニケーションができるのかっていうのが文法だよということです。なのでね、日本人の頭の中で正しい文法っていうのがあって、なので文の中の一単語がわからなくても後の文章とか続くもので、意味がわかるようになる。日本語だけじゃないと思います。英語もそうだよね。一単語わからなくてもなんとなく予測っていうのはできる。意味の予測。で、そういうことができるためには文法を知っておくといいよというのが今日のポッドキャストのメインのお話でございます。まあね、文法も簡単なところとか難しいところとか、難しいというより複雑になってくる。でもちろんね、私も日本語を読んでて専門的な話、とかはこの単語ってどこにかかってるんだろうとかはやっぱ普段の生活でも思うことはあります。慣れ、数を見ていって慣れていくしかないと思うんですよね、最初のうちはね。で、皆さんにその紹介したいつどこで誰が何をどうしたっていうのをね、意識していくと、ある程度の日常会話っていうのはできると思います。というか話せるようになるかなと思います。それで今日は少し補足的なアディショナルなお話をしたいんですが、それが助詞です。日本語でてにをはとか言うんですが、単語と単語の意味をつなぐ文字、ひらがなですね。高知市、私の動画でもちょっと解説はしてるので、時間がある時に見てみてください。で、その高知市が大事になる場面、その高知市がないと意味が伝わらなくなるっていう場面があります。で、それがね、登場人物が多い時ですね。例えば名前どうしようかな。A さん、B さん、C さんでいきましょうか。で、3人います。で、A さんが B さんを C さんに紹介したってなると、誰が誰をどうしたって意味がありますよね。意味がつくんです。ただこれで助詞、その高知市を除くっていうのはなくしてしまうと意味が伝わらなくなるんです。A さんと B さんと C さんがどういう関係なのかっていうのをつけるのが高知市ですね。で、これは人間に限らず、A さんが電気を C さんに渡したとか、物も入ります。こういうこともあって、高知市は大事だなと思って動画にしています。英語だとね、そのポストポジションになるので位置が変わるんですよね、同じ意味で。
使う時の、まあそういったところで文法みたいなのを学んでいっていただければなと思いました。はい。じゃあね、今日のポッドキャストはちょっと文法とか文の構造、ストラクチャーについて触れたんですが、もし質問とかあればぜひコメント欄で教えてください。じゃあ今日はここまで。お疲れ様でした。バイバーイ。